あこれミットなかったらやばいですよね。おつこんにちは、空手家工芸です。今回はこちら、禅道会代表の小沢主席さんとのコラボ企画の際にご協力いただいた禅道会指導員の斉藤さんのリクエストで、三日月蹴りを斉藤さんにも蹴れるようになっていただきました。理論及び実際の指導風景とビフォーアフターの威力とスピードの変化をお見せしますので、ぜひご期待ください。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した豪傑の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はぜひチャンネル登録お願いします。では映像をどうぞ。おつこんにちは、空手家工芸です。今回は禅道会の斉藤さんのリクエストをいただいて、三日月蹴りの解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしたら、ちょっとじゃあ軽く持っていただいて、まずじゃあ実際に蹴っていきたいと思います。一番分かりやすいというか、体の使い方が見えやすいのでサウスポースタイルでちょっとやってみます。まず普通に蹴りますね。じゃあこれミットなかったらやばいですよね。一応蹴る時のコツとして力を生み出す時によくある間違いとしては、足をこう持ち上げて蹴ってしまおうとすると、ちょっとじゃあ強く蹴ります。これ思ったほど威力が出ないんです。でこれコツとして、こちらの肩をぐーっと引っ張ってやって、イメージは、ここからここの膝までの筋肉をこうぐーっと張ってやる感じですね。でイメージとしては定規をこうぐーっと引っ張ってやってピンって回すようなイメージで、ここの筋肉を引っ張ってやって、こちらで固定して、ここから一気に発射するような感覚で持ってくるとものすごく蹴りやすくなって、でこれを、イメージとかこう引っ張って蹴ると威力が簡単に上がりやすくなります。でこれバレにくくなるっていう実はメリットもあって、これ人間って、自分の方に迫ってくるものがあると、どうしてもすぐ警戒するんですけど、でよくこうやって蹴りに行こうとすると、この瞬間にも蹴りってバレちゃうんですけど、こっちの方をこう引く動作って離れる動作なんで、相手からすると、安心する動作の一つなんですよね。こう向かってくるんじゃなくて相手から離れるっていう動作になるんで、そうすると相手からすると離れた動作がモーション蹴りの始めになるんで、相手からすると若干ホッとするタイミングなんですけど、これ引っ張っておくとこれが蹴りの準備になるので、こうスッて引っ張ってここからすると、威力があって相手からバレにくい蹴りにしやすくなるので、これ使えると例えばもう下がりながらも蹴れるので、こうやってこうやったりこうやったりして下がってる時にこう下がる動作の中に蹴りを入れたりとかも可能になってくるので。これはすごく便利で、102組でるときはこれちょいちょい使ってスタミナのロスを防ぐというか、これ一発入れると相手がこのまま寄り上がってくれるので、この場合でピクピクってするだけで相手が来なくなって、その間に呼吸を整えるこれよく使ってました。慣れてくると、ちょっとね、このままこちら、オーソドックススタイルでもこちら引っ張った状態でちょっと普通に前足で蹴ると、足で蹴るとこれ多分全然威力が出ないんですけど、こちら引っ張ってやって同じようにここの大きな筋肉を使ってやることでちまいます。これも威力が出しやすくなるので、ちょっと下からですこちらをしっかり引っ張って蹴るってことをすると威力出しやすいです。それはあとよく自爆をするっていうので、ちょっとよくある間違いとして、蹴るときにここの、レバーを蹴ろうとしすぎて蹴ると、もうこれそもそもレバーの上で肘があるので自爆しやすいので、僕が実は狙ってるのはちょっとこっち向いてますよね。レバーのちょっと手前の肘の下のこの帯とこの辺りです。でここを蹴っていくと、そもそも肘をこうやって締めていくようとしたら上段蹴れちゃうので、こう嫌な時にこうやってやる人であればそのまま上段蹴っちゃいます。基本的には避けるかこっちで受けるかこっちで受けるかするんですけど、
ここって基本的にはこっちからも遠いので、ここを蹴ると避けられるんですけど、ここを蹴ると遠いので、例えばですけど、ここを蹴るときにちょっと受けてもらっていいですか。そうですね、これだと僕蹴れちゃうんで、ちょっと受けてもらってで、中段をここ蹴る人は受けると受けやすいんですけど、ここを蹴ってこちらたかだかここからの違いなんですけど、かなり当たりやすくなるので、こちら側をこう狙って蹴っていくと当たりやすくなります。こうするともうそのまま自爆がほとんどなくなるので、こちらおすすめです。はい、あとは足の柔軟としてちょっとおすすめの足の柔軟として、正座をこういう風にして、こういう風に座ります。でこれができるようになったら徐々にこっちに伸ばしてこうやって正座していきます。でこうすると、どんどん正座しながらこう返していけるので、これができるようになったらもう指がですねこっちまでつくようになるんですよ。でそうすると自分の意思でここを90度に曲げることができるようになるので、そもそもこう指が反らせない人が中足でこう蹴ろうとすると、もう下手すらこの辺蹴っただけでも、指が痛くて蹴れないとか、もうこの辺当たったらすぐ骨折になるんですけど、中足がしっかり返ってれば、ここ蹴ったとしても指じゃなくてそもそも中足が当たるので、怪我もかなりしにくくなるので、三日月をマスターしたい場合はもう指の柔軟で必須なんで、やってもしようやってくれればと思います。じゃあ一回いつも通り蹴ってもらって、はい。いきます。はい。強くじゃあ、そうです。じゃあちょっともう一回ぐっと引っ張ってもらって、ちょっと今ここ張り感じますかね。はい。もうちょっと前体重で一回ちょっとグッてっていうイメージ、ここに少し力入れながらグッてやって、この張りをしっかりちょっと感じてもらっていいですか。でこれ向きが例えばですけど、こう真横にひねってしまうと引っ張りたい向きとずれてしまうので、イメージはここを引っ張るためなので、こう引っ張ると、引っ張りたいのはこの向きなのにこう引っ張ってしまうので、イメージはこう引っ張るために極端にやるとこういうイメージ、極端にやるこんなおかしいですけど、これを体の中で小さく振ってやるとここがしっかり進展するので、その力を使って発射します。そうですね。なんとなく分かってきた。でこれあとはもうできればスピード上げるために、ここから一気にシュッてスピードをつけるようにバンって弾き込んでもいいですか。スピードはどのように？ここでこうグーッとひねった後によいしょって発射するというよりは、グーっていった後に一気にバーンって溜めてたものを一気にパーンと解放する感じなんですけど、その時に息吐きながら前に締めてください。はい、いいですね。はい、いいですね。そうですね。後半ちょっとよくなると思います。そんな感じでます。ありがとうございました。使っていただければと思います。勉強になりました。どうでしたか？とても勉強になりました。とても軽く蹴ってるんですけど、スムーズに足が自分で想像しているよりも足が走ってる感じがしました。もしよかったら使ってみてください。もしよかったら皆さんも使ってみてください。ありがとうございました。どうでしたか？マスターすれば三日月蹴りで倒せるだけでなく、それをフェイントにして上段も圧倒的に当てやすくなるので、ぜひ練習してみてください。また全道会代表の小沢主席さんとの対談は概要欄から全道会さんのチャンネルでご覧いただけますので、多くの子供たちを見てきたことで分かった問題を抱えた子供との向き合い方、子供が空手を学ぶことによる親御さんにとってのメリットなど、心理学や脳科学をもとに考える子供の武道教育についての対談にご興味がある方はぜひ一度ご覧になってみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コーケスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。